ダダチャンネル。はい、皆さんこんにちは。クロノスタッフダダ浜松です。今回は13回目の投稿ということでご紹介していく時計はこちら、オリエントスターから M34F7 セミスケルトンご紹介していきたいと思います。はい、で今回はですね、動画の撮影的には真っ先に時計のご紹介したいんですけれども、まず今年2023年からですね、オリエントスターちょっとブランドのラインが変わりまして、それのご紹介から始めたいと思います。今まではちょっとバラバラに展開してきたブランドのラインなんですけども、今回から M34、M45、M42 と3つのラインに分かれることになりました。でこちらはですね、今回からオリエントスター夜空をイメージしたブランドイメージでいくということでですね、フランスのメシエカタログから由来したナンバーが作られることになりました。M34 ということで、今回はペルセウス座を含む参考星団の名前がついているんですけども、メシエカタログっていうのはですね、1774年にですね、フランスの天文学者シャルル・メシエっていう人が天体のをまとめたカタログを作ったんですね。1番から103まであります。で今の基準で見ると結構内容がガバガバだったりちょっと違うところがあったりするんですけども、結構、天体のマニアの間では割と広く使われるカタログですね。で今回、オリエントスター夜空の方にフォーカスして商品を作っていくということで、ちょっと既存のラインを今のところ割り振っただけなので、また今後はそのブランドイメージに即した商品がだんだん展開されてくると思いますので、ぜひ皆さん注目してみていただきたいと思います。で今回ご紹介していくのはですね、今までのセミスケルトンのモデルが黒蝶貝と白蝶貝、ブラックマザー・オブ・パールとホワイトマザー・オブ・パールを使ったダイヤルを使った時計になりました。ブラックマザー・オブ・パールの方がですね、300本の限定の商品で、こちらお店にも1本しか入ってません。またこれがブラックのマザー・オブ・パールが綺麗ですよね。個人的にはマゼラン星雲みたいに見えたりするわけですけども、この微妙なマザー・オブ・パールの濃淡がですね、やっぱりちょっと星雲系に見えるということもあって、そのブランドのラインを一新しての再スタートにはすごくいい時計になったんじゃないかなと思います。でまたこちらはですね、限定のモデルで300本しかないんですけども、こちらのブルーの方、こちらは非常に綺麗なダイヤルになっております。はい、パッと見のイメージでなんかオーロラみたいと思ったんですけど、メーカーのイメージもまるまるオーロラだそうで、すごく綺麗ですよね。この絶妙なグラデーションが。グラデーションって基本的に別の色は同じ色を濃くしたり薄くしたりすると思うんですけど、これはライトグリーンをまず裏側から塗って、で12時側と6時側に濃いブルーを塗ることで絶妙なグラデーションが出るようになってますね。またそうなると違った色が重なったところが違う色に変わってしまうので、そのレシピが結構大変だったとメーカーの方はおっしゃってました。でまたこれはダイヤルの素材に使われているのは貝殻なんですけど、貝殻の裏側ですよね。結構白蝶貝黒蝶貝大きい貝なんですけど、やっぱり人工のものではないので結構硬くて、不均一なので結構作る段階で割れてしまったりとか、品質管理結構大変なんですよね。またこのオリエントスターの場合ですとパワーリザーブですとか添付のところにまたダイヤくり抜いてあるので、またそれも一つ手間をかける分割れるリスク、製造する時に割れてしまうリスクが高くなっているので、すごくダイヤル、いつもオリエントスターってダイヤルキラキラしてて綺麗な時計作ってくれるんですけど、特に今回は非常に
ダイヤルリスクを取って綺麗なものを作ってきてくれたなという感じの時計になってます。またこれ回を、本当に回結構大きいは大きいんですけど、1枚の回から10枚取れるかどうかっていうところだと思うんですよね。どうしても生産管理ができるものじゃないので、生き物の回なので、使えるところを使うしかないので、下手すると1枚から10枚以下ですよね、取れる枚数なので、それをまたダイヤルの形にくり抜いて 0.1 ミリから 0.2 ミリぐらいの薄さに研磨するんですよ。非常に薄くて硬いので、これ大変な作業なんですけど、またでそれを真鍮のベースに乗せてダイヤルが完成します。なのでこの絶妙な塗装のオーロラブルーとこのブラックのマザーオパール、非常に、見た目すごく綺麗な時計になってます。でケース全体もですね、ブレスレットも非常に綺麗に作ってくれてあって、表から見ると5連ブレスに見えるんですけど、実は裏側でコマがつながっていてH 型のリンクになっているというのも非常に見てうまく作ってやるなっていう感じです。でムーブメントはですね、セイコーエプソンの F7 ムーブメント積んでますので、非常に手堅いムーブメントですね。振動数は21,600、パワーリザーブ50時間ですね。精度は、プラスの5秒からプラスの5からマイナスの15ですね。非常に実用的なムーブメント、マイナスの15からプラスの15か、失礼しました。非常に実用的なスペック持っております。でまたこれ巻き上げの方式がマジックレバーのセイコー系列のマジックレバーなので、非常に独特の巻き上げ音するんです。両巻きのムーブメントなんですけど、こう振って耳に当てて振っていただくとジリジリジリっていう独特の音がするんですよ。これ火ばさみみたいな形したレバーが回転方向を整えている音なんですけど、これだけでちょっと作ると動画また別の1本できちゃうので別のモデルを作った時に別のモデルの動画をまた作らせていただいている時にこの辺はじっくりやらせていただこうと思います。はい、でこちらですね、オリエントスターというまずブランドなんですけど、メーカーはセイコーエプソンが作っております。でよくお店でお客様とお話しさせていただく際にね、結構主に2点誤解が結構あるところがあるので、今回の動画ではちょっと先にそれをお伝えさせていただこうかなと思います。まずセイコーエプソンということで、お客様セイコーの子会社かなんかだよねと思って来られるお客様結構いらっしゃるんですけど、セイコーの子会社かなんかだよねと思って来られるお客様結構いらっしゃるんですけど、セイコーエプソンと、おそらくそもそもセイコーっていう会社そのもの名前の会社はなくて、セイコーグループという会社なんですね。でセイコーグループっていう会社が時計のブランドのセイコーだったりグランドセイコーだったりあとはクレドールだったりっていうブランドを持っているんですけど、でセイコーエプソンはそれとは経営別の完全に独立した別の会社です。でセイコーの中核ブランド3ブランド、セイコーグループとセイコーエプソンとセイコーインスツルって3つありますけど、セイコーインスツルはセイコーグループの子会社です。セイコーエプソンは全然経営が別会社になっております。でただ創業権が一緒なので人的な交流はあって、一応3社で協調してやっていこうねっていうぐらいのことはやってるんだと思いますけれども、全然別の違う会社だよということを覚えて書いていただきたいと思います。で2つ目なんですけども、2つ目こちらはですね、よくエプソンって言ったらやっぱり我々もそうですけど、うっかり時計よりもプリンターのイメージ強いので、プリンター屋さんがついでに作ってる時計だよねみたいなお客様も時々来られるんですけど、これイメージが逆なんですね。そもそもセイコーエプソンの一番のスタートって、1942年の大和工業っていう会社ができた有限会社大和工業っていうのがスタートで、こちらは第二成功者、今のセイコーインスツルの協力会社ということで、下請け会社なんですけど、もうちょっと関係の濃い下請け会社がセイコーエプソンの一番のスタートですね。
でこちらが1959年になって、第二製鋼社の諏訪工場、長野県諏訪市にある諏訪工場譲り受ける形で諏訪製鋼社に変わるんですけども、でこの時に長野県の諏訪市っていうのを、その後その周辺は時計とかカメラとかの精密機器関係の会社が非常に集まっていたので、このエリアを東洋のスイスと言われていたことは非常に有名かと思うんですけども、でその諏訪製鋼社に代わって、2年後の1961年ですね、時計以外の精密機器を作る会社として新州製機っていう会社が諏訪製鋼社の子会社として作られるんですけども、でこちらが、プリンターとか電子デバイス関係の精密機器を作り始めて、で時代が下って1985年になった時に諏訪製鋼社と新州製機が2人合併して一つになってセイコーエプソンになりましたという形なので、プリンター屋さんが始めた時計ブランドじゃなくて、もともとセイコーエプソン自体が時計作ってたんですよ。ただ副業として始めた多角化経営の中で別の業務を始めて、マルチプリンター部門がシェアも業績も圧倒的に大きくなって、で消費者のイメージがそっちに移ってしまっただけということで、時計自体はもともとエプソンも作ってたんですね。ただそのオリエントスターっていうブランド名自体はそのオリエント時計っていうところを吸収合併した際に引き継いだブランド名なので、そのイメージもひょっとしたらちょっと引きずってしまって、ちょっといまだにお客様の中でセイコーエプソンって言ったらどうもプリンターのイメージが強すぎちゃって、なかなか時計のメーカーとしてはなかなか評価がつきづらい状態なのかなっていうのは思いますけども、ただ全体的に見てもですね、このセイコーエプソンのオリエントスターという時計、非常に手堅く作ってくれてあります。で特に中に積んでいるムーブメントのですね巻き上げ方式、セイコーのマジックレバー、これは時計業界的に言ったらラチェット式という方式なんですけど、圧倒的に主力の方式はほとんどの時計は両巻きの時計の場合はリバーサー式という方式でやってるんですけど、このラチェット式の時計は非常に珍しいです。そのセイコー系列の時計は、ほとんどこのラチェット式なんですけど、それこそオリエントスターからあるまでほとんどこのラチェット式で作ってますけども、あとは思いつく限りはIWC のポルトギーゼがかろうじてデビュー当時からずっとラチェット式かなっていうぐらいで、非常に独特の面白い構造も積んでいるので、その一つの印が振った時に聞こえてくるジリジリっていう独特な巻き上げ音ですね。時計選ぶ時にはぜひそういう点にも着目して見ていただけると非常に面白いのかなと思っております。でこちら本当にダイヤルなんかもすごく綺麗で、もう持った感じも高級感すごくお値段の割に悪くなくて、これでお値段が限定版の方も通常のオーロラダイヤルの方もですね、お値段は15万4000円となっております。今舶来のスイス時計が円安の関係もあって値上がりが止まらない中、すごく良質な時計をこのお手頃な価格でリリースしてくれている非常に良心的なブランドだと思います。特に作りがもう本当に真面目な作りでね、割と真面目に、特に今回のモデルなんか真面目に遊んでいる感じがするので、非常に個人的には高評価な時計になっております。ぜひ皆さんこちら店頭に実機がございますので、この動画を見て興味を持っていただけた方はお店にご来店いただいて、実機を手に取っていただければと思います。ということで私たちね、クロノスタッフである浜松イオンモール浜松1の専門店街1階西側の入り口から入って徒歩1分の立地にございます。非常に寄りやすい場所にございますのでね、ぜひ皆さん気軽に立ち寄っていただいて時計見ていただければと思います。時計もねちょっとモデルが色々いっぱいあって、なかなかお求めのモデルピンポイントでないってことも結構あるんですけれども、全然店頭にないモデルでもねお取り扱いはできますので、そのあたりは一声スタッフに声をかけていただければと思います。
はい、というわけで、今回ご紹介させていただきましたのは、セイコーエプソンよりオリエントスター M34F7 スターセミスケルトンで、ご紹介させていただきました。ぜひこのチャンネルね、他にもノート系の動画もご紹介しておりますので、皆さんよろしければもう1本他の動画も見ていってください。それでは皆さん最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。